こんにちは。お元気ですか？今日は1月の14日火曜日ですね。もう1月が半分くらい来てしまいましたね。ちょっとびっくり早くて。まだね、体感的には2025年っていうね、その数字が体に馴染んでないような気がするんですけどもね。でもカレンダーを見るともう1月15日なんですね。毎日毎日なんだろ何やってちゃんと結構一日一日頑張って生きてるつもりなんですけども、こんなに速度速く過ぎるもんなんかなっていうふうに思ったりします。最近は皆さんはどんな風に過ごされてるんでしょうか？私はね、毎日そのタスクをしながら、もうそろそろ仕事って呼んでもいいかもしれません。収入どれくらいあるのかは別として、いいや。でもそのタスクをしながらね、数日前にね、友達と久々に喋りました。喋ったっていうのはZoom を使って喋ったんですね。ネットを通じて、テレビ電話ってやつですよね、要は。たまにその友達とはね、Zoom で話したりすることがあるんですよ。多分年に1回とか、なんとなく年に2回ぐらいやっちゃうこともあるかもしれないんですけども、本当にそれくらいの頻度で、もう LINE とかでね連絡を取るのも本当になんとなく思い出した時っていう感じなんで、お互いなので多分ね、年に2回か3回くらいだと思うんですよ。そうそう。その友達は東京に住んでいて、だから私が前東京に住んでて働いてた時の同じ会社の同僚ですね。で、私より先にねその子は辞めてしまったので、えっとただね、その人が辞めてしまった後も私たち結構年代が近かったんですよね。でお互い独身でっていうことで、そうすると結構休日とかも暇な時なんとなくあったりすることもあって、あの結構そのお店とか食べ物屋さんとかね、安くて美味しいとことかよく知ってる子だったんで、なんとなく連れてってもらったりとか、美味しいもの基本的にはやっぱ美味しいものの食べ歩きですね。そんな感じで会って遊んだりすることがたまにあるっていう感じのね、関係だったんですけどもね。だからなんていうのかな、本当に親友とかいうよりもね、もっと気軽な感じですね。会社で同僚だったっていうのと、普通に同じオフィスで働いてたら誰とでもなんとなく仲良くなるじゃないですか。でお互い独身でっていうと、空いてる時間とかもねお互いあるわけなんで、そうすると自然になんとなくたまに会ったりみたいな、そんな関係ですね。でなんだろうな、だから普段は忘れてるような感じなんですよね、お互いのことを。でもそれが普通か。私も友達のことって普段忘れてるし、年に1、2回しか連絡取らない友達しか逆にいないかもしれないですね。いや、この近くに住んでる人とかもね、ある意味友達と言ってもいいのか、ただの知り合いと言ってもいいのか、そういうのがちょっとよくわかんないんですけど、だからただの知り合いっていうふうに思ってますけど、ちょっと話はそれちゃうんですけど、友達がすっごい多い人って、要は自分のその友達認定をどこからの線引きでしてるかどうかの違いだけなんじゃないかなって思ったりすることもありますね。こんなちょっとぐらい喋るぐらいで友達とはちょっとなんか、自分だけ友達なんて思っちゃってたら恥ずかしいなとかおこがましいなとか思ってるパターンって結構そういう人多いんじゃないかなって思うんですけど友達が多い人っていうのは、ちょっと喋ってくらいでもうこの人自分の友達みたいな感じで数が多いっていうパターンもあるかななんて思ったりとかします。ちょっと話がそれちゃったんで戻しますね。とにかくね、Zoom でね話したんですよ。で、年にたまにしかお互い思い出さないし連絡も取らないんですけど、 LINE で年が明けると今年もよろしくねみたいな LINE で送るじゃないですか。で元旦とかじゃなくて、多分
6日とか7日とかそれくらいかな。なんかね、別にわざわざ年始の挨拶をするほどお互い、なんていうのかな、まあ仲はいいんですけど、お互い別にそういうのこだわってないっていうか、はっとそういやみたいな感じで思い出して、今年もよろしくみたいな感じで LINE が来て、よろしくみたいな感じで、でなんとなくその LINE 上でちょっとそのその友達がね、今度3連休で結構暇だからズームで話さないみたいな、暇な時間があったらみたいな感じで、なんか1月に3連休があったじゃないですか。私はちょっとカレンダー見るまで気づかなかったんですけど、11、12、13の3連休ですね。なのでいいよいいよって感じでズームでねおしゃべりをすることにしたんですよ。で夕方のね6時半ぐらいからまあ2時間半ぐらいかな、ズームで話したりとかしましたね。だいたい1回につき3時間前後話すのが普通かなっていう感じなんですけども、そうそうで別に大した内容はないんですけどね、最近こうだああだみたいな感じで喋ったりとかして、それでまあなんて言うんだろう、まあ名残惜しいぐらいなところでねやめるのがちょうどいいのでね、まあ3時間弱ぐらいで終わりにして、そうそうそんな感じでね、久々に友達とおしゃべりをしたっていう感じですね。でやっぱり私にとってもねそういうのってありがたいなって思ったりするんですよ。今こういうふうに引きこもりの生活送ってるわけですけども、やっぱ定期的にね人と話すっていうのがねこのメンタルヘルス上はすごく大事なことなので、でも外には出たくないっていう気持ちはあるんですけどもまあここ最近ねちょっとメンタルも落ちてたっていうのもあって、まあ気候的にもね日照時間が少ないから若干冬季うつの傾向もあるんじゃないかなっていうふうに自分でも思ってて、そんなに深刻なものではないっていうふうには全然思ってたんですけど、まあ一回しっかり落ち込んで、そしたらすぐ上がれるかなぐらいののんきにこのなんならメンタルが下がってるのを満喫するみたいな感じで過ごしてて、でその友達とねズームで喋ってね、やっぱりちょっと気分的にもこう人と人間と喋るとねなんとなくこう自然にこう浮上してくる部分もあるので、ちょっとありがたかったかなっていう感じでございます。でズームもねもともとズームでこういろいろ人と話そうよみたいなことをやったのはコロナの時期にね結構みんな引きこもりになるパターンが多かったじゃないですか。なのでまあ私の知り合いとかにもねそれでまあ私はね結構ぼっちは慣れてるんで全然問題ないんですけども、家に引きこもっててちょっと気分がうつ病とかじゃないですけど、いわゆるうつ状態になりがちっていう人とかが結構いたので、それでそういう人とかを誘ってねちょっとズームでお話しするっていう習慣っていうのかな、そういうのをちょっとやったりとかしてみたので、なのでいわゆるズームのホスト役をするのはまあ私の方なんですけども、ズームって40分間は無料で喋れるんですよね。で私もねそういうたまに人とおしゃべりするぐらいしか使わないので、全然その無料プランっていうの、その40分以上話そうとすると有料になっちゃうんだけど、たまにしか使わないし、この40分プランで無料プランで十分って感じで使ってるんですね。で今思うとっていうかね数日前もそのズームで話して思うんですけども、ちょうどいいんですよその40分で切れるっていうのが。で1回切れてもね入り直せばまた全然喋れるんで、何回も何回も40分は繰り返すことはできるんで永遠に喋れるんですよね。でその40分でね1回切れるっていうのがねちょうどだらだらこう喋り続けて、なんとなくこうなんて言うんだろう、名残惜しくてじゃあねってやるのができないところを40分で切れるから、すごくそれがちょうどいいなっていうふうに思ってるんですよね。そうそうでまたあと10分ぐらいで切れるからどうするなんて話で、どうするもう一回入るとか言いながら、でももう一回お開きにしようかみたいな感じでなんかそういう風にねこのやめるきっかけのタイミングを与えてくれるんで、なんていうかこうメリハリがというか、こうまたそのうちやろうねみたいな感じでだらだら喋らずに
ちょうどいいなっていうのがZoom の無料プランのいいなって思ってるところなんですけども、なのでね、まあ皆さんもたまに遠方の知り合いとか友人とかと話したかったらZoom を使ってみてくださいっていうかねはい、そんな感じですかね。そんな感じで最近この東京に住んでた時の友達とねお話ししましたっていう感じなんですけれども、まあ最近の話といえばそんなくらいですかね、ここ数日は。あとメンタル的にもねちょっとまた少しずつ元気になってきて、大したあの下がりようでもなかったんですけども、やっぱり疲れてたっていうのが一番の原因かなって思うんですよね。やっぱりなんていうか去年の4月ぐらいから休日というか休みなく毎日結構自分が決めたタスクっていうのをやってきて、一応この何分やった何時間やったっていうのを結構記録しながらやってたんですよね。やっぱり自分がサボってしまわないようにっていう点と、客観的にどれくらいの容量というか量を自分がやっているかっていうのをなんとなくすごいやった気分になって、すっげえ今日やった疲れたみたいなのでやるよりも思ったよりやってないなとかそういうのもあるかもしれないので、時間を結構ねやってる時間を記録してたんですよ。だからトイレに立った時とかもちゃんとその時間を入れずに純粋にこの自分がタスクをやってるのが何時間今日できたかっていうのを記録してたんですよね。でそれをすることによって逆にもうすごい疲れてるのにとか肩こりとか首こりとかがもうやばいのに、いや今日はまだ6時間しかしていないとかね、そういう感じで結構この体が結構辛いのにそれを、無視してというかこれくらいでやめちゃダメでしょみたいな感じでずっとやり続けてたんですよね、毎日。特に休日もないわけですから。でもだからねなんかねそれが逆に良くなかったかなというか、一応この健康とかそういうのは気をつけてたつもりなんですけども、その肩こりとか首こりのメンテナンスとして朝毎回この簡単なヨガをやるのを習慣にしたりとか、ちょっとたまに散歩に出たりとかそういうのもするようにはしてたんですけども、それでもやっぱね数ヶ月の変な蓄積された何かがバーンと出たっていうのもあって、それで多分ねメンタル的にも下がって、大した下がりじゃないんですけど、それで体も疲れちゃってなんかうまく休めないみたいな感じになって、このちょっと強迫観念じゃないですけど今日休もうと思ってこの小説とか読んでてもなんか気になっちゃって集中できずにまたパソコン開いちゃうみたいな、そんな中途半端なあれが続いてっていうのも多分あったんですよね。そんな感じでやっぱね一人で全部をやると客観的に人がこうじゃないああじゃないっていう風に気づいたことを教えてくれないから、例えばすごく目が充血してるけど疲れてるよねとか、あとなんか肌荒れとか顔色の悪さとかも人がいたらね、あれなんかちょっと疲れてるとかいつも肩とか痛そうにしてたらなんかそういうのって放置しない方がいいんだよとか自分の体験談とかからいろいろ教えてくれたりとかして、なんていうかその外からねいろいろ言ってくれたりとかすることによって自分の思い込みとかなんていうのかな、違う角度からの考え方とかアイディアを投げかけてくれるんで、あそっかとか思って、そういうのがないから結構ね気をつけなきゃなっていうふうに思いましたね。ぼっちで生活してるとねそういうふうに自分での思い込みでセルフ洗脳してる部分もあったりとかするので良くないなって思ったりとかしました。なのでちょっとねここ最近はこの何かタスクをやってる時の時間をねわざと書かないようにして、体の感覚ですね、あーすごい肩が痛いとか、あー疲れたとか、あー集中力欠けてきたとか、あーもう1時間くらいちょっと気分転換に休んだのに全然回復しないとかね、その体の感覚をねなんていうか優先に
やったりとかするようにしましたね。それでまたこう全体的なこの体の元気が戻ってきて、そしたらその時また多少無理をしてっていうのはちょっと違うけど、負荷を大きくして頑張ればいいのかなって思ったりとかしましたね。で結局その自分のそのなんていうの、体とか脳みそとかがいい状態じゃない時にこの行ったものの成果物っていうのはやっぱりクオリティ下がると思うので、そういうものをこういろいろやり続けるくらいだったらやっぱり一回こう休む楽になるっていうことこそが一番の生産性っていうふうにも言えるわけじゃないですか。なのでまあそういうふうに客観的に考えてっていう感じもありますね。あとこのいろいろ何かをやるとか決めたことをやるのもいいんですけども、と同時に毎日、自分の一日一日をね過ごしているわけですので、人生という名の一日一日を、そのクオリティというかそっちをおざなりにしてそっちを捨ててやってたらあんま意味ないとまでは言いますね。やっぱそっちがどっちかっていうとメインなので、やっぱね体が快適であるとかね、この体が健康でいつも快適であるとか、こう呼吸をした時に心地がいいとかね、コーヒーを飲んですごいうまいとか、体調がいいからこの味覚もすごくいろんな味をキャッチできるとかね、ゴローンと寝転んだ時心地よい疲労がこうリリースされた気持ちよさみたいなのがちゃんと感じれるとかね、そういう風なやっぱベースが整ってないとなんかそういうのがねあれですよね。だから一日一日の幸福度が下がるので、体調が悪いっていうベースのまま生きてると体調が悪いし、メンタルもなんとなくこうモヤモヤしちゃうとかね。なのでそこをまずはケアしてあげることが大事ですよねっていうことですよね。明日人生が残念ながら終わってしまう可能性もあるので、いつ召されるのかはちょっと自分でね分かんないものですからね。そういう意味でも、何かをこう一生懸命やるのと同時にこの一日を捨てないことっていうのは気をつけていきたいなっていうふうにね思いますね。今日もコーヒーを美味しく飲もうっていう感じでね、あと朝起きた時にこう朝日がねこう体じゃないやお部屋に入ってくるのがねすごい心地よかったりとかね、メンタルが死ぬとそういう感情が全部なくなっちゃいますからね。コーヒーがうまいとかそういうのもなくなっちゃったり、漫画読んでも面白くないとかね、なんかそういう感じに全てにおいて不干渉になって、人生の物事を 100% 不干渉になったらもう終わりなので1% でも残っているこの何かが全然楽しくないとか美味しくない、でもコーヒーの味だけはなんとなく美味しいっていう感覚がまだ残っているとか思ったら、そのちっちゃいその光みたいなね残された最後の命綱みたいのを頼りにやっぱねそこをしっかりと味わっていく快の感情をね 100% なくしてしまうとねちょっと多分終わるんで人間そういうのはね普段から大事にしていきたいなっていうふうには思いますね。それでなんていうのかな、私もメンタル的に一時期すごくやばくなって、結局それがねメインの原因で引っ越してきて、14ヶ月くらいただ寝続けたっていう生活に入って、そこから徐々にこうなんていうのかな、普通に社会生活を送れるようになろうとしているところでね、今はもうだいぶそこから戻ってきて自分の手で収入を得ようという活動ができるぐらいに戻ってきたので、すごくこのままいけたらいいなとは思ってるんですけどね。無理をしたらね元の木阿弥じゃないですけどね、そういうのもあるのでそういうのは客観的に見ながらやっていきたいなっていうふうには思いますね。でやっぱ自分の周りにいる人たちにもねそういうのをね頑張りすぎずにというか、なんていうのかな、頑張りすぎずにっていうと語弊があるんですけども、
なんていうかね、本当にこれはね、あのそのうつ状態を通り過ぎてうつ病とかね、そういうメンタル的なこの病気ですねなところになっちゃうっていうのはね、本当に誰にでも起こり得る話なので、その体が屈強なスポーツ選手だってがんとかになって亡くなってしまうことってあるわけじゃないですか。だからものすごい屈強な体のタフな人だったらがんには絶対になりませんとか、そういうのってないじゃないですか。それと同じように、すごくもともと陽気な性格で明るくて元気いっぱいっていうもともと生まれ持ったね、そういうタイプの人でもうつ病とかなるんですよ、マジで。だからね、それがね、そういうのは最近は世の中に周知されてきてるとは思うんですけども、それでもこうなんて言うんでしょう、実感的に体感的にやっぱね、誤解がまだまだその理解されない部分って多いと思うんですよね。だからそういうなんかこの理解も広まるといいなっていうのと、その自分は大丈夫だろうなって思ってる人もなんていうのかな、本当に例えば普通にその辺歩いてたら車が突っ込んできて事故って怪我することがあるじゃないですか。それと同じくらいの確率というか、そういうもんくらい言っちゃってもいいかなって思うんですよね。それくらいこのメンタル的なそういう症状、病気っていうのは起こることなんですよっていう話ですね。で、なんかそれをね、よく象徴として表しているのが例えばアナウンサーとかの、今はアナウンサーなのかな、丸岡泉さんとかね、一時期うつ病になってちょっとテレビから姿消されたりとかしてたじゃないですか。ちょっとうつだったっていうのはその間は知らなかったですけど、書籍本とか出されててうつ地獄に行ってきましたみたいなね、そういう本出されてるんですけども、だから今はそういうことを言ったりとかする活動もされてると思うんですけど、丸岡泉さんってね、現役っていうのかな、ニュースキャスターとかとして、ニュースキャスターアナウンサーかな、本当にテレビですっごいよく見てた印象があるんですよ、もう十数年前とか。だからで、その人はキャラクター的にも多分メンタル的に弱い人じゃないんですよ。どっちかっていうと、多分こう見た感じから分かりますね。バイタリティとパワフルさっていうのを併せ持ったすごい強くて聡明で、そういうタフな人っていうのだと思うんですよね、もともとの印象として。で、そういう人でもそういう感じになってしまうっていうのは、やっぱね、こうすごい象徴的な例というかの方だなって思ったんですよね。で、やっぱりその方が鬱になったその要因としては、メンタルというよりね、多分単純にこう体の疲れとかね、なんていうのかな、仕事の激務の過密スケジュールとかね、その仕事のあまりにも責任が重い仕事だったりとか、単純にすごいこう一般の人では負荷が強いような緊張感とか、もしくは凄惨な現場とかね、そういうのをね、そういう仕事とかを、現場での仕事とかもされてて、でそのうちのこの例えば例として、ニュージーランドでの大地震の現地での報道とか、あとはあれですよね、東日本大震災とか、そういうこのすごくこう大変なお仕事もさらに過密スケジュールでされてて、だからなんていうのかな、それで気持ちが弱くて鬱になってしまったというのではなくて、単純にその過密スケジュール、その内容のもすごい責任も伴うし、単純にその負荷がすごすぎてっていうことですよね。で、おそらくなんですけども、この一般の人だったらその手前くらいでとっくにリタイアしちゃうぐらいの、もしくは倒れてちょっと病気になっちゃうぐらいのものを、この
丸岡泉さんはね、その元々のこのタフさとか聡明さとか経験値とか、そういう器が逆にあったせいでそこまでこなしてしまい、それを受け止めてというかね、受け止めてきっとそれをちゃんと消化してやりきってっていう、その末のことだと思うんですけども、だから逆に強かったからこそなってしまったんじゃないかなっていうふうに、知らんけどっていうのは思えるので、だからそのうつ病とかとは180度逆のところにいる人とかね、そういうタフネスさを持ってる人の方がそういうふうにはある意味ね、中途半端なところで倒れないからそうなってしまうんじゃないかなって思ったりとかしましたね。それで言ったら有名人でもう一人思い出しましたけど、K1 のねタケル選手とかもそうですよね。何年か前にうつ病だっていうのを告白したのを見てびっくりしたんですけれども、タケル選手って格闘技の K1 の格闘技のそのすごく有名な3階級制覇とかもしてる有名な格闘技の K1 の選手なんですけれども、とにかく無敗の王者だったんですよね。でやっぱりすごいかっこいいし、あとこうすごくファンもめちゃめちゃ多かったんですよ。でそのスター性もあるし、見た目的にもねやっぱりこうなんていうか、見た目的にもかっこいいし、すごいで、やっぱりねそのチャンピオンになってからずっと勝ち続けるっていうのがやっぱり常人ではこのメンタル的にも無理っていうプレッシャーすごいじゃないですか。でもこっちもね試合とかテレビとかねそういうので見てて、なんかねもちろん私も大好きだから勝ってほしいし永遠に勝ち続けてほしいんだけど、でもこうずっと勝ち続けるから逆に見てるこっちもね辛くなってくるっていうかね、プレッシャーのやばさとかがすごくて、プレッシャーのやばさがすごいっていうのは本人が言ってるわけじゃないんですよ。見てるこっちがこんなに人からねこう支持されて、こんなにファンがね狂喜乱舞じゃないけどね喜んでて、で次もこんな強い相手が来てとかね、それに向けてこんなトレーニングをしてっていうの、それをねこうテレビ越しから見てるだけでこっちがねもういっそ一回負けた方がこのなんていうのかな、この勝ち続けるのが勝ち続けてほしいけど勝ち続けてたら辛いみたいなね見ててね思って余計な心配してたりしたんですよ。で実際試合前とかはね寝れなくなるとか言ってたりしてたし、それでも勝ってしまうんだから本当にすごいなとか思ったんですよね。タイ人とかのねこのラダジャムナンとかのねチャンピオンとかね、ラダジャムナンだったかな、陽気さだとかとやった時とかもねちょっとね見ててハラハラしたけどね、あれで勝ったのはマジですげえなっていう風に思ったりとか、素人目から見てもねいいや、ちょっと話がちょっと飛ぶんでそういうすごい人だったんですよ。もちろんこの格闘技場でのこの強さっていうのもすごいけど、何よりあの状況で勝ち続けるっていうそのタフネスさがそのすごいなっていうメンタル的なね思ってたんですけども、その数年後とかにうつ病でしたっていうのを告白したのをなんかで見てすっごいびっくりしたんですよね。うつ病であった状態であんなに勝ち続けるってちょっと一回やっぱり早く負けた方が良かったんじゃないかくらいなね風に思う。この他人から外野から適当なことを何でも言えますけどね、そんな勝手なことを思ったりとかして、でなんかそれを聞いた時もう選手になってる、もう K1 デビューして選手になってからうつ病とかになったのかな、ストイックだしみたいな風に思ってたんですけど、なんかの記事でなんか高校生の時にそのうつ病というかねそういう症状が発症したっていうのを見て、
なんかびっくりして K1 選手になる前からもううつ状態で、それであんな結果とかを残してきたって、ちょっともうなんかこうそんなのこう一人で戦いすぎて辛すぎるって思いましたね。でもなんかまあすごいなっていう尊敬の念は変わらないですけれども、でそのタケル選手っていうのもね、全然この真面目な人であることには変わりないんですけど、どっちかっていうとね、多分だけれどもこうちょっとおちゃらけキャラとかね、クラスでいるちょっとこう明るくておちゃらけキャラみたいなね、その人気者っていうかね、元気な男の子みたいなね、多分そういうタイプだったと思うんですよ。だから決してこう真面目でこう何か思い詰めてとかそういうタイプじゃないんですよね、もともとのその人の性格が。なのでそういう人がうつ病とかとはやっぱこれまた180度反対の場所にいるようなタイプの人が、イメージ的にですよ、世間一般のうつ病にならなさそうみたいなタイプな人がやっぱりなってしまうっていうのがね、よく表してるんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしましたね。ただやっぱりそのタケル選手の場合はその自分が決めた物事に対してものすごいストイックに努力をする。その努力って誰でもできるレベルじゃない努力なので、それも才能だとは思うんですけども、それもね、さっきの丸岡泉さんの話じゃないですけれども、普通の人だったらとっくにくじけたりとかもうへこたれたりとかしてるところを、さらにもう本当にこう超人というか、それをさらに続けてもうトレーニングをしてもう乗り越えてっていう、常人ができないキャパの内容のその鍛錬をして乗り越えて、プレッシャーも乗り越えてっていうのをやってしまえる、そのタフネスさがあるからこそみたいな逆に途中で倒れないからこそそこまで行ってしまったっていうのはあると思うんですよね。そうそう、だからね、やっぱね、そういうのはこう周りにこうそれを理解してちゃんと客観的にこう意見してくれる人がいないとなかなか難しいなっていうふうには思ったんですよね。でタケル選手も現役時代このトレーナーとかね、そういう周りの人にはうつ病だっていうことは言ってなかったらしいんでね、それはちょっとびっくりなんですけども、そうそう、そんな孤独な戦いあるって思ったんですけども、それであの頃の全盛期を3階級制覇とかしてためちゃめちゃ輝きまくってた時に実はうつ病でやってたってどんだけって思ったりとかしたんですけれどもね。そうそう、こういうのもね、本当に20年前とかだったらね、うつ病なんてね本当に心の病気だみたいにね、いまだにでもいまだにそれ言う人いるかもしれないですね。脳の病気なんですけども、なんていうのかね、気合が足りないとかね、そういう時代だったわけですから、あいつは心が弱いとかね、そういう誤解が普通にまかり通ってた時代で、今では全然違うし、いろいろね、SNS とかね、そもそもスマホが普及してからネットっていうのができたことで、いろんなメディアからね、テレビ以外で情報をしかもいろんな人が発信できるっていうのもあって、そういう誤解っていうのはだんだんなくなってきたとは思うんですけれどもね。そうそう、ただね、それでもなんていうのかな、やっぱそれってそれを専門的にみんなこの勉強とかするわけじゃないので、なんていうのかな、やっぱりまだこの理解をするには難しい部分っていうのはあると思うんですよね。そうそう、だからね、なんていうのかな、私みたいにぼっちで生きてる人はそういうの気をつけましょうっていうね
その客観的に自分を見て気をつけましょうっていうのと、周りにね少しでもこう友達とか、家族とかがねいる方とかはちゃんとコミュニケーションをね取れる場合は取ったりとかした方がいいんだろうなって思ったりとかしましたね。なんだろう、今ちょっと思いついたことを赴くままにちょっと喋ってしまって、なんかもうちょっと革新的なことを言いたかったような気がするんですけど、ちょっとなんかよくわからなくなってきたので、ちょっとこれくらいにしとこうかなっていうふうに思います。はい、そんな感じで、それではまた。